ゆかです。こんにちは。実はね、私今、一つ、大っぴらに人に言ってるわけじゃないけど、あの頃のキラキラを取り戻してやるわって自分に心に誓って、いろんなことをね、ちょっとずつ試してみてっています。でね、そのことについてちょっと話させてください。誰でも、あの頃が一番輝いていたねって思う時ってあると思うんですけど、みんなどの時が一番自分輝いていたって思うんだろう。例えば、本当にね、どんなに内気な人でも、あの時はっていう時がきっとあると思うんですよ。そのね、達成感を感じた時だとか、他の人から客観的にいろいろ褒めてもらえる時期ってあったんじゃないかなと思ってて、でね、そのキラキラをまとっている人に、いろんな人たちが影響されて、そのキラキラが広がっていくんではないかと私は思っているわけです。で、本当にね、ずっとキラキラしてるよねみたいな人もいるのかもしれないけれどね、例えばね、そのキラキラのトップみたいなね、なんだろうね、例えば歌手の人だとか俳優さんだとかそういう人たちだって、この人のあの時のステージは、あの時の演技は特に胸にグッとくるよねだとか、あの時のステージが最高だったよね、あれは絶対忘れられないよねみたいに思うのがあると思うんですよ。そのね、強いキラキラを出せる人になりたいし、そのキラキラをまといたいなと思うわけです。で、思い返してみて、私が今この45年間生きてきた中で一番キラキラしてたのはいつ頃なんだろうって思い返してみると、自分でもそう感じるし、外からも反応があったのは、アメリカに留学してた高校生の頃と、あとその後大学、日本帰ってきて大学に行ってた、そのあたりかなって思ってます。あの頃は私もすっごくウキウキしてたし、自分でも私キラキラしてるって思ってました。でね、街歩いてる時とかも、いろいろな劇団とか、そういう事務所の人とか、スカウトとかで声をかけられたりとかしてたし、なんか特別なものがあるに違いないって信じさせてくれる状況がありました。それとかね、一つね、すごく身内な話かもしれないけど、妹にね、言われたことですっごく嬉しくて忘れないのが、どこかに妹が電車に乗って行って帰ってくるっていうことで、私が改札口まで迎えに行ったことがあるんですよ。でね、その時ね、私は小さいから、周りの人混みに紛れて、妹が、ちなみに妹は私よりもずっと背高いんですけど、妹が私を見つけられないんじゃないかっていうのが家族の心配だったんですよ。なんだけどね、妹が、私のことを妹ゆかちゃんって呼ぶんですけれど、駅で、ゆかちゃんは確かに背がちっちゃいから埋もれちゃうんだけれども、それでも、その身長では埋もれちゃうんだけれども、それでも、なんか、そこが、オーラがあるっていうか、そこだけ明るく見えて、遠くから見ても、すぐどこにいるか分かったっていうことを、妹が両親に話してるのを、私こう横で聞いてて、本当に嬉しかったんですよね。なんか、すごく、嬉しかったのを覚えてる。もう飛び上がるぐらい。でね、その時はね、ちょっと気恥ずかしいから、ただ黙ってたんですけど、そう。でね、今、そのキラキラがあるのかなって考えると、わからないっていうのが正直なところ。で、おそらく、あの頃のキラキラはまとってないだろうな
あの頃の空気感はまとってないだろうなっていうのが私の体感です。でもね、このね、YouTube 再開して、私はこういう人間になろうと思うとかね、いろいろ計画してることがあるんですよ。ちょっとずつもっともっとみんなと共有していきたいなとは思ってるんですけど、でね、まずね、私ね、この最近ね、どんなことを考えてるかっていうとね、感じているかというか感じたいと思ってるかっていうところになるんですけれど、私が45年間生きてきた中で一番キラキラしていた、アメリカ留学行ってた頃、で、その後日本に戻ってきて大学行ってたとか、あのあたりの独特な空気感、あの頃のキラキラをもう一度まといたいなと思っていて、で、なんなら、あの時を超える、もうキラキラどころかギラギラをまといたいと思ってて、世の中ではね、10代、20代の見た目の美しさにはかなわないって思う人がほとんどだと思う。で、確かに広告の業界だって40代向けとかね、50代向けの化粧品でも10代、20代のモデルさんを使ったりする。ちょっとありえないけれどね。でもそうなんですよ。で、それは何を言いたいかっていうと、要は年齢重ねたほど女性も深みを増して美しくなるよなんて言ってる人はいるけれども、実際にこの人間としての本能として10代、20代の女性を見たときに美しいな、そちらの方に自然に惹かれてしまうっていうのはやむを得ないんだろうなっていうふうに思っています。でもね、そこを超えた人たちもあの頃のキラキラをまとえば、またそのキラキラに人を寄せ集めて、しかもいい影響を与えられる人間になるんではないかと私は目論んでるわけなんですよ。でね、これをね、聞くとね、うわ、聞いてるだけで恥ずかしいよとかね、思う人がいるかもしれないけど、私はね、結構本気で、今ね、これ見てる人たちが、うわ、恥ずかしい、みっともないとかって思ってるかもしれないけどね、でもね、すごくかっこいい状態になる前って、絶対にすごくかっこ悪いところを乗り越えてきてるはずだって私は思う。で、今の状態がかっこ悪いからって言って、かっこ悪くない方に、楽な方に流れてっちゃったら何にも変わらないんじゃないか。で、そっちの方に行っちゃってる人が多いから、なんとなく普通の人生で終わっちゃってるんじゃないかって私は思うに至っているわけなんですよ。例えばね、オリンピックとかいう世界1位、2位、3位を競うような舞台に立つ人たちってすっごい輝いてて、すっごいかっこよくて、ものすごく憧れるし、特にね、運動が得意でない私からすると、もうその肉体的に鍛錬されたところだけじゃなくて、そこに至るまでの精神性とかね、もうありとあらゆる面で素晴らしいな、美しいなって感動するわけなんですけれど、でもね、そのオリンピックに出るような人たち、その人たちもね、そこのところに最初からいたわけじゃないじゃないですか。そのすっごいかっこよくてすっごいキラキラしてる状況に行くまで、ものすごくかっこ悪かったと思う。なんなら、本当にその辺で、例えば草野球してる人よりも、学校の部活で運動してる人よりも、誰よりもかっこ悪かったと思う。誰よりも一番汗臭く、誰よりも一番泥臭く練習して、誰よりも一番ボロボロになってたと思う。で、誰よりも一番自分のことを疑うほど、できないことを毎日毎日来る日も来る日も来る日も嫌になるほど練習したんだと思う。だから、できないことができるようになって、またそのできなかったことが克服できたと思ったら、またその上にっていって、どん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 上がってって、オリンピックの
舞台に立てるほどまでになったんだと思う。だから、かっこ悪いことを恥ずかしがるのってもったいないなって思って、私も何かができなかった時って、やっぱり、例えばね、英語を今は日本語と英語バイリンガルで話せるようになってるけれども、英語を話せなかった頃の私の英語の勉強の仕方は、まあまあ、かっこよくはないと思う。例えば、おしゃれにカフェに座ってとか、ソファーに寝転んで、こう、優雅に本を読んで、頭に入っていくかっていうとそうではないし、でもね、そのかっこ悪いを耐えられる人だけがかっこよくなれるんじゃないかと思って、私、そう。というわけで、また、10代、20代の頃のキラキラだとか、あの空気感をまとえるように、今はね、ちょっとこのかっこ悪さを続けていこうと思っています。みんなもね、ちょっと恥ずかしい、ちょっとかっこ悪いっていうことをやってみたらいいと思う。みんなやめていくと思う。ほとんどが、みんなとは言わない。ほとんどの人がやめていくと思う。でもだから、普通の人生で終わっちゃうんだよね。私も多分、すっごいかっこよくなるチャンスっていっぱいあったと思うんですよ。まあまあ、裕福に育ててもらって、両親は不動産で早期退職してファイヤーしてる。で、私も妹もアメリカに留学させてもらって、で、とにかくまあね、すごくかっこよくなるチャンスはいっぱいあったと思う。そのチャンスは十分与えてもらったと思う。でも、多分私がかっこつけてたから、かっこいい人生にならなかったんだよな。なんとなくそつなくこなしていけるものしかやらなかったんだと思う。だから今、いっぱい恥をかき、いっぱい恥ずかしい思いをして、あの頃のキラキラを取り戻そうと思います。みんな、恥ずかしを乗り越えていこう。